こういう分数であれば、これを1としたときに、単等分したうちの2つ分などというふうに、簡単に意味がわかりますが、これについては同じような説明が通用しません。それでは、どう捉えればいいのか。一回こっちに戻ります。この捉え方を一旦ちょっと横に置いておいて、3分の2をこのように解釈してみます。3にどのような操作を加えたら2になるのか。ちょっとどかしまして、3を何倍したら2になるのか。このハテナは3分の2です。これそのものになってしまいましたけど、分母にどのような操作を加えたら分子になるのか。それがこの3分の2の意味だと捉えてみます。ちょっとこれもどかしておきます。で、実はこの3と2を同じ割合で拡大したり縮小しても、分母を分子にするための操作というのは変わらないです。例えばどっちも2倍して6分の4とした場合、やはり6を3分の2倍したら4になります。あるいは、これとこれをどっちも3分の1に縮小して、これは1に、これは3分の2にすると、この分子のところにこれが現れます。つまり分母を1にすることで、分子にその正体が現れます。1を3分の2倍したら3分の2になるわけです。3を3分の2倍したら2になるのと同様にです。それではこっちの方に戻ります。ちょっと左の方に寄せます。この場合は、分母と分子に2-i をかけるのですが、平面で説明しようと思います。実数軸と虚数軸を書いて、まずこれを書きます。2たす i はこの点です。1たす 3i はこの点です。どちらもベクトルだと思ってください。先頭の矢印は省略します。この式の意味は、これを何度回転して何倍に伸ばせばこれになるかということです。この分母を1にすることで、それが分子のところに現れるはずです。というか現れます。つまり1分の a たす bi とできたときに、2たす i に施すべき操作を表しているのがこの複素数になります。注意すべきは、分母と分子の相対的な位置関係を変えないことです。例えば、なぜ分母と分子に2-i をかけてもいいのかというと、それによって分母と分子の相対的な位置関係は、この時と変わらないからです。2-i 倍というのは、しっかり説明すると、ちょっとこれをどかしておきます。これをきちんと説明しますね。これは、2たす i の2倍とマイナス i 倍を合わせたものです。まず2倍から考えます。それは、このベクトルを2倍に伸ばせばいいです。つまり4たす 2i になりますよね。じゃあ伸ばします。ちょっと蛍光ペンで印をつけました。今度は2たす i のマイナス i 倍を考えます。マイナス i 倍というのは、マイナス1倍して i 倍することです。まずマイナス i 倍します。ちょっとこれをこっち持ってきて、2たす i というのは、ここだったので、マイナス i 倍すると反対になります。つまりマイナスにマイナス i になります。原点に関する対象移動です。ちょっと赤で書きますね。今ここです。マイナスにマイナス i。今度は i 倍します。この i 倍というのは90度回転のことなので、こんな感じですかね。今回は1マイナス 2i になります。だからちょっと回転しますね。はい、回転しました。で、蛍光ペンで印をつけます。はい、従って、これが表すベクトルは、このベクトルとこのベクトルの和です。これはもう消します。2対1対ルート5です。このベクトルになります。これの絶対値がもともとルート5だったので、これは5になってますね。はい、これはちょうど5ですね。5。で、ちょっと、これと、これを消して、この2たす i をもう一回表示します。2たす i と赤で書きますね。で、今回は矢印をつけておきますね。こっちにも。2たす i は2マイナス i 倍することで、
実数の5になりました。その時に長さはルート5倍になってます。そしてここの角度をθとすると、マイナスθだけ回転してます。マイナスθ回転して、ルート5倍に伸びたか、ルート5倍に伸ばしてから、マイナスθ回転したか、どっちでも結果は同じです。5になります。同じような移動を、この1たす 3i、すなわち、このベクトルに加えることで、相対的な位置関係は、このベクトルは2-3、2-i 倍することでどこに行くかというと、これを計算すればいいですよね。5プラス 5i ですね。ちょっとこれを消して、5プラス 5i、このあたりですかね。じゃあ、緑の蛍光ペンで書きますね。こんな感じですか？この三角形と、この三角形は相似です。だからこれを何度回転させて何倍に伸ばせばこれになるかというのは、これを何度回転させて何倍に伸ばせばこれになるかというのと変わりません。ちょっとここも消しまして、はい。で、今結局これはどうなったかというと、5分の5たす 5i ですね。そしたらあとは分母と分子を5分の1に縮小することで、この三角形が縮小されて、ここに来ます。すなわち1たす i。で、この複素数が表すのは、45度回転して、ルート2倍に伸ばすことですよね。つまり、これの意味を最もシンプルに表したものが、これになります。2たす i に対して、1プラス i が表すような操作を加えれば、1プラス 3i になるということです。どうもありがとうございました。